やあ、防犯だ。バージョン 2.0 の大型アップデでルミナスキノコというものが追加されており、ペットのレベリングには欠かせない高価素材となっている。そのルミナスキノコの入手方法や周回場所を今回は紹介する。まず周回場所と必要ステータスについて。周回場所は循環宇宙最深部。ルミナスキノコは循環宇宙に出現する特定の敵をオーバーキルすると確率で落ち、魔性立方体を集めていないと必要条件を満たすことが極めて難しい。ルミナスキノコを落とすモンスターはこの5体で、オコスターやオコシイタケからはドロップしないようだ。このモンスターたちが全員いるのがこの循環宇宙最深部というわけだな。ただ今回はルミナスキノコ赤を落とすドラゴンヘッドは省いている。理由はいくつかあるが、ドラゴンヘッドだけ距離が遠いし、ルミナスキノコ赤自体あまり必要性がないというのもある。一応周回方法を説明しておくと、最深部の4カ所の敵に氷魔法を打ち、循環宇宙4に戻ってまた最深部の敵を倒す。敵を全員倒そうとするよりはある程度倒して即入退出する方が効率よい。ここに限った話じゃないけどな。ルミナスキノコを集めるメリットだが、このジパングの酒と定山で効果を発揮する効果素材なので、ジパングの酒が1000あればルミナスキノコ1つでジパングの酒100個分の効果となる。つまりルミナスキノコも1000個集めたらジパングの酒約10万個分、1万倍の経験値倍率がペットにかかるということになる。こりゃすごい。ただ強いことは間違いないな。今の環境だとペットバトル用のペットを育てるくらいにしか役に立たないので、周回の優先度としては低め。まあこれを周回できるならもうやることがこれくらいしかないと思うけど、普通に必要 INT6.7 億ってアホだからな。現環境最強のオメガを光魔法2発で倒せるくらいの火力だぞこれ。そんな感じで現バージョンのエンドコンテンツのようなものなので、来たるべき時に参考にしてくれればよい。1時間の結果がこちら。動画の速度での周回結果だ。入り口付近にもいるので雷大王以下の討伐数が1つがい。ルミナスキノコ光が一番集まるということ。時点で青が多くその次に木と闇。ルミナスキノコは 0.3% の確率でドロップするとされているので、それぞれ1時間にこれだけ集まる。期待値通りだと一番手に入りにくい闇を1000個集めるのに約133時間かかる。さすがにカンストまでにはアプデが来そうだな。ここで獲得可能な素材一覧はこちら。右のパーセントは基礎ドロップ率だ。それぞれ自分のドロップ率をかけてくれ。動く石碑に関しては物理で倒すのが必須になるので、ある程度 ATK と LUK がないと倒せない。動画の周回ステータスはこちら。 DEF と MDEF が若干過剰。動く石碑を倒すために ATK と LUK をこれだけ確保している。まあこれでもワンパンできるわけではないので、動く石碑だけプリセット変えるのもありかもしれない。無視の方が楽だけどな。どれも基礎ドロップ確率が 1% とドロップ率を盛らないと集まらず、ルミナスと同時に素材を集めるのはなかなか難易度が高い。盛れたら盛るくらいで良いだろう。ということでルミナスキノコ集めについて、基本は循環宇宙最深部で集めれば良いが、緑だけはドルグラントのところで集めても良い。ここら辺の強いペットが全て貴族性なので、正直緑があれば十分だからな。ペットバトルはマジでドルグラントだらけになってる。しかも大体ロコスター連れてる。ただ太古の中庭の目視機は必要 INT が14億必要とかなり高いので、最深部の方が簡単ではある。まあやってみて好きな方を選ぶと良い。ということで以上。まだの方はチャンネル登録も忘れずに、次の動画も見てくれ。